こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、ビットワイズがスポット XRP ETF の申請をしたことが話題になっています。当初は過去に、ブラックロックが XRP ETF を申請したという偽の書類と、フェイクニュースが出回ったことから、これも偽物なんじゃないかと疑われてたんですけども、今回のビットワイズは本物ということで、注目が集まっています。最近ではグレースケールがクローズドエンド型の XRP 投資信託を立ち上げると発表してまして、その時も取り上げましたけども、XRP 関連の ETP、ETF の申請が多くなってきましたね。XRP の価格動向に関してはこの後のアルト関連のところで取り上げたいと思います。そして昨日の米国の ETF のフローは全体でマイナス 2.4 億ドルの純流出となっています。フィデリティがマイナス 1.4 億ドル、アークがマイナス 0.8 億ドルと、どちらも過去最高に近い流出となってますね。で一方、イーサも全体でマイナス 0.48 億ドルとなっています。ここ最近プラスを記録してましたけども、過去の流出と同じ規模になってますね。香港は祝日でお休みですね。あと、オンチェーンの方では OTC 取引に使われるビットコインの残高が41万 BTC と増加しているのが話題になっています。過去の価格推移と比較するとですね、この OTC デスクの残高が少なければ価格が上昇する、残高が多ければ価格が下落する傾向となってまして、今回も下落が警戒されているといった展開になっています。取引所の入金アドレスのアクティブが少なくなっていることから、売り圧が軽減されるというデータはですね、前にも取り上げましたけども、希望的にも OTC デスクの方が重要視されるのかなと思いますね。ビットコインの価格は現在61,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米製造業 PMI9 月の確保値、米ジョルツ求人係数、米 ISM 製造業景気指数9月などありまして、ISM の予想以下の結果から景気悪化示唆などありましたけども、その直前にイランがイスラエルへ弾道ミサイル攻撃を準備しているという情報が流れまして、そこから実際に攻撃に移ってから完全にリスクオフ相場となってですね、金が高騰して円高、米株各指数もビットコインも落ちた展開になっています。でまたイスラエルは報復宣言をしてまして、まだ収まってない状況ですね。日本市場明けでは日経平均も下がってますね。米国債昨日は 3.749 を推移しておりまして、ナスダックが 19,773、S&P500 が 5,699、ダウ平均が 42,156、金ゴールドが 2,652 ドル、日経平均が 37,808 円、ドル円が 144.03 円となっています。ビットコインのデリバティブの方では、オプションの OI が全期間で見ると10万ドルのコールに 9.5 億ドル相当ですね。約10億ドル積まれているのが注目されてまして、市場は依然強気傾向にあると見られています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 4.30%、額としては329億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.8%、バイナスミはロングが 60.3% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日10月2日に米 ADP 雇用者数、10月3日に米新規失業保険申請件数、米非製造業 PMI9 月の確保値、米 ISM 非製造業景気指数9月、10月4日に米雇用統計などが控えております。昨日ですね、その指標結果次第では6万ドルコースもあり得るという話をしたんですけども、結果的には中東情勢の動きで下に向かった形となりました。戦争があると市場を動かす要因がまた一つ増えますんで、難しいですよね。ただチャート的には意識されている6万ドルで耐えた形となりました。ここで反発して再度6万5千あたりまで戻れば理想的だと思いますけども、指標があさっての米雇用統計まで重要指標が並んでます。まずは本日米 ADP 雇用者数が日本時間9時15分に発表となりますんで、予想では前回以上が期待されてますけども、その時間帯どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2489ドル、BTC 建ては 0.0402 と、先物の方では OI は全体でマイナス 6.06%、額としては119億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.8%、バイナスミはロングが 72.3% と下寄りになっています。他アナリストの見解ではですね、イーサオプションの OI が2800ドルに集中していることから、市場はまだ強気であるという捉え方をしているんですけども、こちらもリスクオフでビットコインにつられて落ちた形となりました。ただ BTC 建ては 0.04、ドル建ても時間足の底あたりで耐えた形ですね。こちらも本日の9時15分にどのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。DeFi 界隈が
ハリス氏との会合を要請したのが話題になっています。米国のイノベーション維持、デジタル資産に関する金融教育の強化のための政策変更を求めて20名以上が署名しています。バイデン政権の時とは違って、ハリス氏は若干仮想通貨界隈に寄り添うようだという話が出てからですね、界隈も積極的に動いているようですね。一方、トランプ陣営は連日話題になっているワールドリバティフィナンシャルプロジェクトのホワイトリストに数千人が登録したと発表しています。一部からは批判的な意見が未だにありますけども、X ではすでに大成功ですと、投稿されてますね。大統領選予測はまだハリス氏が 1% リードとなってますが、こちらの進捗にも注目ですね。あとここからアルト関連になります。先ほどビットワイズの XRP ETF 申請を取り上げましたけども、XRP の先物の OI が急上昇したのも話題になっています。リップルが展開しているステーブル RLUSD のミントが観測されてまして、テスト後の次の展開が期待されているようですね。XRP の価格は現在 0.6 ドル、BTC 建てはマイナス 0.8%、時価総額は7位ですね。先物の OI は10億ドルを突破してから、今回の下落でまた減少してますけども、長期で見るとまだ高水準となってます。ETF からステーブルと、ファンダが多くなってますけども、ここからさらに上に迎えるのか注目ですね。あとは先日エアドロ配布、上場を発表したエーゲンレイヤーですね。上場後送金制限が解除されたりしてますけども、ジャスティンが今回も多額の利益を獲得したのが話題になっています。で、ジャスティンのアドレスの履歴を見るとですね、875万ドル相当のエーゲンが HTX に送金されてますね。以前はこういうジャスティンのユーザーのことを考えない行動に対してですね、CZ が X 上で注意してたりしてたんですけども、CZ なき今、やりたい放題みたいな感じになってますね。エーゲンの価格は現在 3.8 ドル、時価総額は103位ですね。リステーキングプロトコルの中では未だ TVL トップとなってますけども、節目の上場を終えた後ですね、時価総額ランキングでもさらに上位へ行けるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、ノーコード 3D Web3 プラットフォームの Peachwords が114万ドル調達、データプラットフォームの WeFi が ITO、ノード販売開始を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。